皆さん、今年もよろしくお願いいたします。日本は元日から大変な一日でした。令和6年能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。被災された方々が安全で安心できる場所で暖かくして眠れる日が一日も早く来ますようにとお祈りいたします。最近身近にも被災された方がいることを知り、また心が痛みました。今回の動画は昨年末に撮影したものです。日本の食文化としてご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。江戸時代、エンタメで心の健康を保っていた。そこにプラスおやつは心の栄養。この3色に由来があるのをご存知ですか？歌舞伎のお供には菓子、弁当、寿司。ミステリーマッフルです。今日はおやつは心の栄養についてお話しします。おやつは心の栄養。これは私の母からの教えです。母はそう言って孫たちに嬉しそうにお菓子を勧めていました。多くの若い女性は痩せ願望、ダイエット志向を持ちますが、無理なダイエットは体だけでなく心の健康も損ねてしまいます。以前から江戸の長期平和についてエンタメで心の健康を保っていたとお話ししてきましたが、そこにプラス大事な要素として食、特におやつの文化を思い出しました。戦争中でも必死に食事はしますが、おやつ、お菓子までは心が及びません。スイーツやお菓子って平和でなくては発展しない食文化なんですね。江戸時代、花火団子は3色でした。あの3色団子ですね。串の上部、口に入る先頭から順にピンク、白、緑の3色です。この3色に由来があるのをご存知ですか？諸説あるのですが、一つにはピンクを桜のつぼみに見立て、白は満開時の桜の花、緑は散った後の葉桜の様子、昔の人の美しいセンス。もう一つはピンクは春の息吹を、白は冬の名残を、緑は夏への予感をそれぞれ表すというもの。食べる時も今、過去、未来へと順番に思いを馳せる情緒ある意味付け。そして四季のうち秋がないのは飽きないとの掛け言葉。昔の人って粋ですね。おやつってやっぱり心の栄養。和菓子のきんつばってご存知ですか？あんこを小麦粉で包んで焼いた飾らない庶民のお菓子ですが、こちらも名前の由来がユニーク。今は四角いものも多く見られるきんつば、作られた当初は丸型でした。これが刀のつばに似ていることから銀つばと名付けられ、銀より金の方が上等、縁起が良いといういかにも江戸っ子らしい発想で金つばと呼ばれるようになったそう。刀の祖具であるつばは明治時代に美術品として海外コレクターにコレクションされ、今では浮世絵同様世界中の博物館に収蔵されています。ちょっと一息。ティーブレイク。武器なのに芸術品だった日本刀。恋や花の唾。メトロポリタン美術館所蔵。土雲退治。ボストン美術館所蔵。棒で象をからかう猿。ウォルターズ美術館所蔵。歌舞伎の演目助六ではお菓子由来のキャラクターが登場したそう。その名も朝顔せんべい。当時発売された朝顔せんべいの PR キャラでセリフもせんべい尽くし。今では身近なおせんべいも江戸264年の平和の中で生まれた庶民文化を代表するお菓子でした。私は歌舞伎揚げというおせんべいが大好き。歌舞伎座はもちろん日本中のコンビニで売っているおせんべい。これから来日するという外国の方、おせんべい経験をぜひ。ちなみに劇中の間接広告、最近では PPL と呼ぶそう。
韓国ドラマを見ているとダイソンやスキンケア用品、健康スティックゼリーなど使用するシーンが入るのはあるあるですね。サンドイッチのサブウェイは愛の不時着から太陽の末裔、トッケビまで PPL の常連で、その手法はニューヨークタイムズ2021年3月14日でも取り上げられたのだそう。その発想が江戸時代からあったんですね。壁スといって歌舞伎エンタメのお供には菓子、弁当、寿司を楽しんだ江戸庶民、それぞれの頭文字を取って壁ス、助六の演目が出たついでに助六寿司の由来をお話しすると、巻き寿司とお稲荷さんのセットを助六寿司と呼びますね。お稲荷さんは油揚げで巻いたものですが、助六に出てくる花魁、その名を揚げ巻きと言います。揚げ巻きイコールお稲荷さんで、劇中揚げ巻きの恋仲が助六なので、セットになっている巻き寿司を助六と呼ぶようになったんです。さっぱりとした色男の助六と思って巻き寿司を食べるもよし、吉原一の美貌の揚げ巻きとお稲荷さんを食べるもよし、スーパーで買ってきたとしても恋の味に大変身。花見団子、金つば、せんべいに助六寿司、由来を知ると江戸の情緒の名残が楽しめます。忙しい時代にも心に余裕を、おやつは心の栄養という初春のお話でした。天国に一人ぼっちは最高の苦痛とゲーテさん。付録レビュー。今日はムーミンダイアリー2024萌え2023年11月号の付録です。パーティーを楽しむムーミン一家がキュート。今年も落ち着いた色合いで普段使いしやすいデザイン。フィンランドに生まれたトーベ・ヤンソンが第二次世界大戦に嫌気がさし、気晴らしに描き始めたのがムーミンの物語。もう一つの付録シール、ダイアリーに貼っても楽しいですが、暗い世相に明るい夢を見ていたことがムーミン人気の秘密でしょうか。また漫画がついていますね。英語の漫画、表紙にムーミンが大きく書かれています。これがシール。シールのタイトルはムーミン谷の気ままな食卓。おやつは心の栄養というテーマにもぴったりなムーミンダイアリーでした。チャンネル登録、いいねボタンは喜びます。ではでは、またね。庶民文化を代表するお菓子でした。これから来日するという外国の方、花見団子、金つば、せんべい、花見団子、金つば、せんべいに助六寿司。由来を知ると江戸の情緒の名残が楽しめます。